どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、流木はお好きでしょうか？自分は大好きです。流木といえば、レイアウト水槽には欠かせない大事な存在ですが、作られた製品と違い、一つとして同じものはありません。そういった理由もあり、たかが木1本が数千円とかするのが、このアクアリウムという界隈です。正直自分が超かっこいいと思う流木だったら、数千円でも数万円でも出す価値があると思いますが、そうは言っても一般的には購入するのに躊躇してしまいます。というわけで今回は、そんな高くて手が出しづらい流木の救世主的商品が新発売されたので、そちらを紹介していくとともに、個人的流木のいい点をお話していきます。在庫がなくなってしまうかもしれないので、欲しい方はぜひ最後まで見て購入を検討してみてください。それでは早速商品の紹介といきたいんですが、まずは流木のいいところをお話していきます。まずは何より、適当に置いてもそれっぽくなるところです。レイアウト素材といえば流木以外には石が挙げられますが、石の場合は種類にもよりますが、石の流れを意識したり、筋目を合わせたりしないといけません。どちらが難しいかと言われれば、正直自分には石も流木も関係なく、レイアウトは難しいと思っちゃうんですが、少なくとも素材が少ない状態だと流木の方が圧倒的に有利です。それこそ素材さえあれば石も探していけば組み合わせられるものが大量に出てきますし、そういった意味では量でなんとかなります。ただ流木であれば一つそれっぽいのがあればポンと置くだけで割と様になります。また石と違い高度を上げず、逆に水草が育ちやすい弱酸性の軟水に維持してくれる効果もあるのがいいですよね。まあ、水質に作用する効果はそこまで大きくありませんが、いくら置いても石のように pH が上がったり、高度が上がったりすることがないのは大きなメリットです。そんなこともあり、レイアウト素材には欠かせない流木は、アクアショップに行っても目を引きますよね。かっこいい流木があれば数千円でも買っちゃうような魔力があります。特に人気なのはブランチュートのような枝状の流木で、小型水槽でもそれっぽいレイアウトが作れるのは嬉しいです。しかし、そんな枝状流木も枝ぶりがいいとどんどん価格も上昇していきます。相場に関してはショップによってだいぶ変わるので一概には言えませんが、かっこいい流木と感じた流木ほど値段が目ん玉飛び出るくらい高額なのはあるあるです。せっかくイメージに合う流木なのに高すぎて手が出ないと、下唇を噛みながらその場を去った人は数知れず。では、枝がいっぱいあって迫力ありつつ、小型水槽でもスケール感を演出するためには、大金をはたいて高額流木を購入するしか道はないのでしょうか。いえ、そんなことはありません。枝ぶりが良くて自分のイメージに合った流木が高くて手が出せないなら、自分で作っちゃえばいいんです。そんな夢のようなことができる流木が、なんとあの大手通販サイトチャームで最近販売が開始されました。それがこちら。形状おまかせ極細ルーツウッド 30g。価格は600円。なんとあの枝状流木の一番美味しいところである枝部分がグラム単位で購入することができるようになったんです。チャームの店舗では石も量り売りされているので、もしかすると店頭ではもともとあったのかもしれませんが、通販で全国購入できるようになったのは最近です。実はこれ、販売されてすぐと思われる去年の12月末にすぐに買っており、その時は500円でした。まさかのワンコインということで手始めに3個買ったんですが、予想以上に中身が良かったのでもう一度買い足すことを決意。しかし、その時には一度売り切れになっており、再販を待っていました。結果的に数日後に在庫が復活して購入することにしたんですが、その数なんと9個。ということで合計12個の枝状流木を買ってしまったわけです。最後に買ったのは1月初旬であり、その時までは500円とワンコインで買えてました。そこから少し経って覗いてみると100円値上がりしてて大変悲しいんですが、自分が買いまくっちゃって値上がりしたのならごめんなさい。まあ関係ないでしょうけど。ただ、そうは言っても形状お任せで、ましてや 30g とグラム換算だと、
なかなか量のイメージが想像しづらいと思うので、今回は合計6000円分、重量にして 360g の枝状流木をお見せして、この流木が果たして買いなのか解説していきます。ちなみにこちらの商品 URL は概要欄に貼っておきます。それでは早速開封していきます。パッケージは簡素ですが、細かい枝が折れないようにちゃんと向きを一緒にしてくれてるのは素晴らしいですね。こんだけ安くて採算取れてるかわからないのに、こういう気配りができるのは高評価ポイント。並べてないとかさばって邪魔になるっていうのもあるんでしょうけど、開封してみるとこんな感じで結構いい感じにうねった枝が入っています。色合いもそこまで尖っておらず、いろんな素材に組み合わせられそうです。量はこんな感じで 30g と聞くとめっちゃ少ないように感じますが、600円とは思えないくらいのボリュームとなっております。ただこんな感じでほうきのハケのようにすごく細い根っこのような枝も結構入っているので、ここら辺は使うのが難しそう。うまく使えば20センチ水槽とかの超小型水槽でジオラマ的なレイアウトが組みそうではありますが、自分はそんな繊細な作業はできませんが、そういった超小型水槽レイアウトのニーズにも応えられるのではないでしょうか。そんなこんな言いつつ2袋目を開封。量も先ほどと同じくらい入っているので、極端に重い流木が入って本数が少なくなったり、ボリュームが減ったりすることはなさそうです。ただよく見てみると、こんな感じの道端に落ちてそうな流木もありました。アクアリウムやってない人からは、こんなの全部道端に落ちてるじゃんって言われるんですけどね。これに関しては正直使用用途が考えられないので微妙です。しかし見た感じ大量に入っているわけでもないので許容範囲内だと思います。どれも適度にまっすぐでありつつ、枝のうねりもあるので、大きな流木の根元に根っこのような感じで接着するのもいいですね。個人的には溶岩石などと組み合わせることで、より自然感が出てきそうな気がします。ちなみに先ほどからじゃんじゃん開封していますが、どれもだいたい同じくらいの量、それも優に30本くらいはあるであろう枝が入っています。12個買ったから言えることですが、形状お任せだからといって本数が極端に少なかったりすることはなく、見てもらっている映像と遜色のない品物が届くはずです。ただ 30g でこれだけ入っているということは、一本一本が軽いということでもあり、普通に水に浮きます。浮かない枝もあるかもしれませんが、何かしらの沈下処理は必要でしょうね。そうは言いつつ、この枝状流木に関しては、これ単体でポンと投げ入れてもレイアウトとしては成立しないため、流木や石に接着するのが前提となります。ということは、浮くとか浮かないは全く関係ないことになるので、そこまで気にしなくていいです。30g なのにめっちゃ多いやん、ラッキーぐらいに思っておいてください。正直レイアウトしている方なら分かってくれると思いますが、この枝を見るといろんな夢が広がりますよね。ダイナミックな流木に接着してメインの流木をより際立たせたり、水槽の奥に配置して遠近感を出すのもお手の物です。こういった枝だけって普段は自分のストックしている流木から泣く泣く切断して確保するものなので、それ単体で売っているのは本当に神だと思います。むしろ今までなんで売ってくれなかったんだと思ってしまうくらいです。というわけで12袋すべて開封し一つにまとめた量がこちら。正直6000円分とか結局高くなってるじゃんと思ったかもしれませんが、この映像を見たらどれだけ今回の流木がコスパに優れているかがわかると思います。この量の流木、普通に店頭に並んでたら数千円じゃ効かないですよね。そもそも流木の枝だけ売ってるところを自分は知りませんが、こういった極端に細い流木は自然採取したり、アクアリウム用ではないもので代用したりする人が多いと思いますが、そういったものはいろいろと問題点もあります。害虫が入り込んだり、水に入れたらグズグズに溶けたり、変なカビが生えたりすることもあるので、なかなかのじゃじゃ馬です。水槽に入れる流木がなぜ水槽用なのかというのは、アクアリウムをやっている方なら嫌というほど理解していると思います。そんなアクアリウム用流木が格安で、
しかも普通ではなかなか手に入らない細かいサイズのものがネットで買えるなんて最高ですよね。正直この商品に関しては現在在庫もありますが、結構頻繁に品切れになっては追加を繰り返しているので人気の高さが伺えます。タイミングによっては購入できないこともあると思うので、この動画を見てほしいと思った方は買える時に買っておきましょう。自分も今後この枝状流木を使ってレイアウトをしていきたいと思います。さすがに全部使い切ることはないと思いますが、これがあるだけでレイアウトの幅がぐっと広がりますね。概要欄に商品 URL を貼っておきますので、気になった方はチェック。こんな感じで今後も皆さんのアクアリウム生活のお役に立てるような情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録して新しい動画をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。